皆さんこんにちは。私は今新宿駅の南口の方から東口の方に歩いています。新宿は漢字で新しい宿と書きます。宿というのは泊まる場所のことです。泊まる場所がたくさん集まった町を昔の言葉で宿場町と言います。昔は人は歩いて旅をしていました。なので大きな道のそばには宿場町がありました。でも新宿の辺には宿場町がなかったので、新しく宿場町が作られました。それが新しい宿場町新宿です。地名の漢字をよく見ると歴史や地形がわかることがあります。地形というのは土地の形のことです。例えば渋谷。渋谷の谷は谷という字です。渋谷は谷なんです。ちょっとこの地図を見てください。ここが渋谷駅です。この渋谷駅のあたりをこの辺からこの辺まで切ってみます。そうするとこういう感じになります。真ん中が低くなっています。谷なんです。ここに青い川があります。川がなくなっているように見えますが、実はこの先、道路の下に川があります。渋谷川と言います。渋谷川は昔、新宿から始まって渋谷の方に流れていました。今は道になってしまってわからないんですが、原宿の有名なキャットストリートも昔は渋谷川が流れていました。道を歩くと川があった証拠が見つかります。こちらの動画で川のあった場所を歩いています。とても面白いので、ぜひ見てみてください。というわけで、新宿もちょっと前まではこんなにビルのある大都会ではなかったわけです。不思議ですね。新宿に宿場町ができたのは1698年だそうです。今から300年以上前です。タイムマシンがあったら、その頃新宿がどんな風だったか見てみたいです。ついでにその頃の日本語がどんな感じか聞いてみたいです。目の前の道を左に行くと東口です。今日は右に行きます。私の行きたい場所が見えてきました。紀ノ国屋書店です。東口の紀ノ国屋書店は新宿で一番大きい本屋です。入ってすぐの場所には
この本が置いてありました。国際ブッカー賞ノミネートと書いてあります。その横はバターで有名な柚木麻子さんの本がありました。このナイルパーチの女子会、続きが気になってやめられず一気読みしてしまいました。ウルトラマンです。エレベーターで上の階に行きます。エレベーターを待つ列に並びます。エレベーターが満員になったようです。こちらすべての階ご利用いただけます。ご利用ございませんでしょうか。すいません。7階に日本語の勉強のための本が売っているので、7階に来ました。奥まで行きます。こちらは教科書です。みんなの日本語などがあります。こちらには YouTube をやってる方たちの本があります。イラストのかわいい田中さんの本やあかね先生の本などがあります。私も今本を書いているんですが、ここに並べてもらえたら嬉しいなと思いました。この漢字の本を買ってみることにしました。漢字がどうできたかがイラストで書いてあってわかりやすいです。お願いします。はい、お伝えします。紀ノ国屋ポイントか V ポイントどちらかカードかアプリございますか？ないです。はい。では1100円でございますはね。い、カードで一括で。はい、かしこまりました。カードをどうぞ。はい、お待たせいたしました。はい、ありがとうございます。ちょっと7階からの外の景色を見てみましょう。特に景色がいいわけではないですね。お風呂でレッスンひらがな表と書いてあります。こういうのはお風呂に貼ります。お風呂に入っている間に自然にひらがなとか漢字を覚えてほしいと思う親が買います。私も子供たちが小さい頃、こういうのを買って貼っていました。健康のために階段で降ります。皆さんは健康のために何かしていることはありますか？2階に寄ってみます。本棚は人生の縮図である。縮図というのは縮めた図と書きます。小さくしたものです。つまり本棚を見るとその人の人生がわかるということです。入社23年目、仕入れプロモーション担当の本棚。ここにはこの本屋さんのいろんな方の自宅の本棚にある本が並んでいました。私は人の家の本棚を見るのが好きです。その人のことがわかる気がするからです。でも逆に自分の本棚を見られるのは恥ずかしいです。いろんな願望などがそこに出てしまう気がするからです。
この棚は売れている本の棚です。大きい本屋さんは楽しかったです。新宿の南口の方に戻ってきました。電車に乗る前にコインロッカーに預けた荷物を取りに行きます。ここの2階にあるコインロッカーです。自動ドアを入らずに右に行くとあります。荷物を取り出すので取り出しを押します。スイカで取り出します。ランプの点滅するボックスからお荷物を取り出してください。ありがとうございました。ランプの点滅しているこのロッカーから荷物を出します。では荷物を持って帰ります。あっちから電車が来るかなと思っていたら、こっちから来ました。私はいつも方角がわからなくなります。でも間違った電車には乗らないので問題はありません。家に帰る電車は安心します。家に帰ってからうどんを食べに行きました。ここのお店はうどんをお店で売っています。うどんの麺を作ることをうどんを打つと言います。ここで注文するんですか？どうしよう。じゃあかけの波で。あったかい方でよかったです。あったかい方で。波というのは普通のサイズのことです。お盆とお皿を持っていきます。温かいは話すときあったかいになることが多いです。この揚げ物から食べたいものを選びます。悩みましたが、健康に良さそうなごぼうにすることにしました。ごぼうは根っこの野菜です。それとかしわを取りました。かしわというのは鶏肉のことです。3人です。はい。3人分をまとめてお会計します。カードで一括でお願いします。ありがとうございます。ここでうどんにいろいろ入れます。この緑のはネギです。この茶色いのは揚げ玉です。天ぷらを揚げた時のカスです。これはわかめです。最後に生姜も入れました。このお店ではかけうどんの場合、だしは自分でかけます。だしというのはつゆのことです。お茶のように出てきますね。できました。おいしくいただきました。これはうどーナツというものです。うどんの生地をドーナツみたいに揚げたものです。とてもおいしいです。丸亀製麺に行ったら食べてみてください。ごちそうさまでした。ありがとうございました。皆さん、今日の動画は勉強になりましたか？もし勉強になったと思ったら、
高評価、チャンネル登録、そしてお友達にシェアしていただけると嬉しいです。最後に私のコースのお知らせです。私は皆さんの日本語の上達のお手伝いをしたいと思っています。特に発音が好きなので、発音が上手になるコースを作りました。そこでは月に1回発音チャレンジもやっています。皆さんの発音を私が聞いて、一人一人にフィードバックしています。自分の発音大丈夫かなって心配な方や、発音が上手くなりたいと思う人はぜひチェックしてみてください。リンクは概要欄にあります。では皆さん、今日も最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。いい1週間をお過ごしください。またね。新しい言葉覚える